皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。グッチです。はい、今回はですね、はい。台上がめっちゃ上手くなる練習法。はい、もう全技術対応ですね。うわ、それいいな。はい、じゃあつっつき、はい、フリック、はい、など、はい、まあその根本的な要素を鍛えるイメージなので、これを見たらじゃあ全部できるかって言ったらそうじゃないんですけど、できる土台は身につくんじゃないかなと思うので、これ練習してください。逆にどんだけ技の練習やっても、すげえチキーナとかいっぱい練習しても、今からやる内容がちゃんとできなかったら多分無理っす。いいっすね。はい、なので、根本的な内容、じゃあチキータとかやろうとしてる人にももちろん土台として覚えて、もちろん全員やらなきゃなんですね。おお、いいですね。でトップ選手は全員できてるですね。ああ、なるほど。はい、じゃあちょっと楽しいです。この台上の練習ってあんま聞かないんで、はい、よろしくお願いします。まず練習今回3つに分けます。はい。で、1つ目の練習がいろんなサーブ、ショートサーブですね、台上なんで、いろんなショートサーブに対して当てるだけで入るように練習してください。はい、まあ要はストップですね。大事。はい、ちょっとやってみます。振らない。ちょっといろんなサーブやってます。はい、振っちゃダメです。当てるだけで。今ちょっと浮いてるんでダメですね。このぐらいですね。当てるだけで入る。おお、いいですね。これみんな振っちゃうんですよ。振って自分でコントロールしようとしちゃうんですけど、まず第一段階は触るだけで入るようにしてください。でちょっとアップ出してもらっていいですか。入ってるんですけど、この入るはダメ。さすがにこれはアップが来てるのにこう触ってる。アップが来て触るだけで入るのは上なんで、こういう角度ですよね。なのでこうやってブロックみたいに触れば入るわけです。アップが来て触るだけで入るのは上なんで、こういう角度ですよね。なのでこうやってブロックみたいに触れば入るわけです。だからサーブの回転をまず見極める。もちろん見極め苦手な方はね、決めてもらってやったりです。アップだけ出してとか。はい。だからサーブに対して触るだけで入るっていうことは、相手の回転が読めるようになってる状態。だって相手のサーブ分かってないのに自由自在にレシーブするってそもそも無理じゃないですか。そうだね、そこちょっと難しい。基本的には難しい。そうなんですよ。で、その見極めができているかの基準がこの練習なんですよ。もう一回いきますね。いろいろ混ぜる。これを例えば振ったら、なんか自分で上書きしたのか、偶然合ってたのかよくわかんないんですよ。でも当てるだけだと回転の影響をもろに受けるんで、こうやってもろに受けちゃうんで、そう下回転の回転量を読み間違えてたから落ちたんですよね。だからこれをピタッと全部の回転に対して読み間違いがなるべくなくなるように当てるだけで綺麗に入るように練習してください。これ超大事。今度は合わせられましたね。同じ回転で。いきますよ。もうアップであろうが横下であろうが。お、逆回転もやられてる。違った。下系だった。僕ね、逆回転が下手なんですよ。これ練習しなきゃいけない。いいっす。下。いいな。下。弱っ。当てるだけでそれなりにこう綺麗に入る。タックル。上。惜しい。まあでも合ってるな。合ってる。判断は合ってる。おい。そう。下。弱っ。当てるだけでそれなりにこう綺麗に入る。タックル。上。惜しい。まあでも合ってるな。合ってる。判断は合ってる。おい。そう。当てるだけで綺麗に入る。これが大事なんだ。これできると見極めできてる証拠なんで、必ずこれやってください。そうするとやっと次のステップいきます。そしたら2つ目の練習方法なんですけど、2つ目の練習方法は今回転分かりました。回転ある程度8割9割見極めれるようになりました。そしたらそこで初めて手を
動かして、スイングをちょっとしてコースコントロールできるようになりましょう。コースのコントロールを次に行います。ちょっといきます。深いとか、こっち来フォアを狙うとか、逆に短く狙う、フォアを狙うとか、逆に短く狙う。これって回転分かってるからできるんですよ。分かんなかったらできない。回転分かる状況で、今当てたら入る状況になってるんで、そこにスイング出せば別に回転変えなくてもコース狙えるんですよ。はい、ここを練習してください。アップとかも出してもらっていいんで、アップだったらさっきこうやって当てて返したんで、これもうちょっと押してやりましょうか。深く返せる。これちょっと角度変えればバックにバックいくとかアップだったらさっきこうやって当てて返したんで、これもうちょっと押してやりましょうか。深く返せる。これちょっと角度変えればバックにバックいくとか自由にできるわけですよね。厳しい。はい、この時点でアドバンテージが握れます。さっきと同じように回転に合わせた角度で返す、そこからスイング付け足してあげるだけでコースが自由自在になります。はい、分かってる状況でスイングする練習ですね。はい、これが第2段階で、第3段階が自分の回転にして返す。例えばチキータとかってそうですよね。下を自分の回転かける力で変えてやるとか。でもそれって相手の回転分かってなかったらできないですよね。だって横上に対して横下に対して同じスイングじゃダメじゃないですか。ちょっと難しいね。はい、ちょっとやってみましょう。横下もらって、今入りました。このスイングですよね。横上出してもらっていいですか。さあそうなるよね。そうなるよね。横下もらって、今入りました。このスイングですよね。横上出してもらっていいですか。そうなるよね。そうなるよね。そしたら、スイング方法についてはね、他の動画に技術いっぱいあるんで言及しないですけど、横上に対してのスイングしなきゃいけないわけです。横上はちょっと抑えようみたいな、はい、しなきゃいけないわけですよね。当然ながら。なら回転が分かんなきゃ思い通りに回転かけ返せないんですよ。ではフォア前に例えば下出してもらって、さっきのだったらこれでよかったんですけど、フリックしたいってなったら逆の回転かけてるんです。下に対して自分は上にかけ返してる。でもこれが下って分かっててできてるじゃないですか。ナックルもらっていいですか。同じスイングだったらってなったら逆の回転かけてるんです。下に対して自分は上にかけ返してる。でもこれが下って分かっててできてるじゃないですか。ナックルもらっていいですか。同じスイングだったらオーバーしちゃいます。当然ですよね。だから技をどんだけ練習しても見極めとそれぞれの回転に対して技ができるようになっておかないと無理やん、試合では。しかもこれグッチーさんのサーブ僕慣れてるからいいけど、初見の相手だったらまたちょっと質が違うので何が来るか分からないよね。そうこれでこうイカみたいな動きしますけど何が来るか分かんない。いろんな人に対してこれを意識しとかないと試合ではできるようにならないということを覚えておく。だから順番としては相手の回転を覚える、でそれに対してパパッと角度を合わせて、対応できるようになる。2つ目が、その対応できるようになったらスイングを付け出して自由自在な方向にコントロールできるようになる。で3つ目が分かってる状態で自分の回転にして返す。自分のやりたい回転にして返す。ナックルをもっと切ったりだとか、チキータしたりだとか、フリックしたりだとか、それいろんな球に対してできるようになるといけないですよね。この順番で練習してください。はい、これが全部できた頃にはレシーブめちゃうまです。はい、スペシャリスト化する。もうレシーブのスペシャリストこれいろんな人に対してできれば。はい、というわけで今回、レシーブが
絶対上手くなる練習法ということで、この順番でレシーブ意識してもらったらめちゃめちゃ上手くなるのかなと。みんなつっつきができませんとかあるんですけど、そもそも相手のサーブちゃんと認識できてるか、そこが一番最初に大事になってきて、その後につっつきのやり方とかがあると私は思っておりますので、こういう順番で技術を練習するではなく、そういう順番で練習してもらうとめちゃくちゃ大丈夫ミス減る、自由自在にコントロールできるようになる、結果試合で負けない選手になるっていうことになると思いますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画、卓球が楽しくなる動画、たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。